今日もご覧いただきましてありがとうございます。三之助でございます。今日は12月の8日、時間は午前11時半を回ったところでございます。この街中なんでね、いわゆるランドマークみたいなものはここから見えないかな。函館山もちょっと方向が違っているようなんですが、函館の普通の街の風景が見られる、そういう街中のホテルに今回は泊まっております。6月に引き続いてなんか気に入っちゃったんでね、広いんですよこのホテル。だから気に入ってまた泊まっているんですけれども、7時半ぐらいに着いたんじゃないかな。めちゃくちゃ揺れましてね、あんまり飛行機でここまで揺れることもないなっていう、もっとすごい時はすごいんでしょうけど、私の経験から言うとすごいですね。結構上下に揺れる。ですから飲み物のサービスね、これが途中で中断したり、またちょっとやったらまたダメだっていうんでカートが行ったり来たりしたり、もうその場でCA さんがしゃがんでとか席に座ってとか、いろんなもう本当に非難ですよね。そういうことを続けながらやったんですが、多分全員の方に飲み物はいかなかったんじゃないかといううちに函館へ着いてしまいまして、でこのホテルへ移動してきました。もう小雨が降っててね、その小雨にちょっとこうみぞれが混じってるような寒さですよね。もうまだ雪はね、地面にこう積もってるとかそういうことはないんですけど、そろそろそういう時期なんじゃないかなっていう感じでもあります。私の顔見えてないでしょ。これ後ろが明るいからね、いいよ見えてなくても今日は、荷物をほどいてすぐに街へ。でよかったんだよ。ふらっと入った居酒屋さんが最高でね、カメラ持ってってないんで全然、撮ってないんですが、なんてことない居酒屋さんなんですけど、とにかくもう飲食店歴50年といういいおじさんがやって、一人でやってるんですよね。でたまたま混んだら多分もうすぐいっぱいになっちゃう小さい店だったけど、平日ってこともあって、私が入った時にはカウンターに女性が一人、そして私だけっていう、ちょうどいいくらいですよね。初めて入る店が差しっていうのはちょっと緊張するじゃないですか。そういうこともなく、そういう人のおしゃべりを聞きながら私もだんだんそこへ合流していく感じっていうんですかね。私そういうやっぱり居酒屋の飲み方好きですよ。それも旅先でね。あんまり東京ではそういうことしないかもしれないんだけど、旅先だと何でしょう、旅の恥は何とやらって言いますけど、そういう大胆な行動に出ますよね。初めての店にズバッと入っちゃってね。でそっから仲良くなるっていうんですか、仲良くなれない時もありますよ。やっぱり相性ってのがあるからね、そういう時はね。でも昨日のお店は割と仲良しになれたんじゃないかなって思うんですよね。仲良しって言ったって初めて行っただけだからまだまだなんだけど、また通っていきたいって思わせるお店だったんで、今日また行くっていうのはね、乱暴だからね、またいつか行ってみたいなってね。東京でも生活をしていたことがあるっていうご主人で、私の近所の大井町のお店も結構知ってたんだよね。同じお店が、だからずいぶん前のことだと思うんだけど、今もその店があるからこうやって共通の話題として話ができるっていう、それを酒場でするっていうのも何とも言えない。料理もお酒も良かったんですよ。よかったな。何でもないお刺身、何でもない、何頼んだっけな、あとな。焼き鳥も頼みましたね。もつ焼きとレバ焼きと、これも良かった。でなんかね、その今の居酒屋をやる前はやっぱり函館の近所でね、鉄板焼きをやってたそうなんですよ。お好み焼きで50年前です。それがスタートしたのはね。50年前の函館の話聞きたいじゃないですか。やっぱり想像するに、やっぱり良き頃のね、賑やかなわい雑なそういう港町ですよね。その時の話もちらちらっと、あんまり詳しくは聞けなかったんで、これは今後の課題ということになりますが、いい夜になったなっていう。でちょっと厨房ほらどうしてもね、作ってるとここ覗いたりしちゃうでしょ。そしたらね、鉄板があるわけ。居酒屋の厨房にいわゆる鉄板はないですよね。フライパンとかはあるけど、
だからやっぱりこれはもしかするとってちょっと思って、でメニュー黒板に書いてあるメニューで見たら本日のお好み焼きっていうのがあって、これは頼まない手はないよなっていう、いろいろ鉄板焼き時代の話も聞いたんだけど、その流れでじゃあお好み焼き食べたくなっちゃったんでいいですかねっていうね、ちょっと面倒かもしれないけどできますかねなんて言ったら、ちょっと嬉しそうな顔して「いいよ」なんていう感じでお好み焼き作り始まりました。結構ね、お好み焼きって手軽な料理じゃないですか。パパパッとできてね、でさっと出てくるっていう感じなんだけど、いやなんかすごく慎重に作ってて、全部で20分近く待ったんじゃないかな。焼いてる時間が長いんですよね。強火で一気に焼き上げるっていうよりはじっくりと、それもねペタッと押したりしないでふわっと焼くんですよね。でそれが出てきて、でそれをつまみにもう一杯日本酒を飲みました。いや美味しかったんだよな。なんだろう、お好み焼きこんなに美味しかったっけっていうね、なんか別の料理みたいに感じましたな。でもそれはきっとスパイスとしてそれまでの大将との会話とかそういうものもあったんだろうなっていう。やっぱり酒場はいいんだなっていう、酒もいいけど酒場もいいよねっていうことを改めて感じた、そんな夜でございました。これからねちょっとまた出かけていこうと思ってんですよ。明日落語会だけど、あんまりねくたびれないようにしたいけど、どうしようか何も決めてないんだよ。でその居酒屋の後にいつものお店バーに行きまして、ラムを飲んだんですけど、そこでちょっと聞いたねお蕎麦屋さんが気になってるんですよ。ちょっと行ってみたいなっていう、そういうなんか出会いっていうか偶然っていうか、そういうのを積み重ねていきたいじゃないですか。お蕎麦もいいしね、どんな蕎麦屋なんだろうとかって思って、ちょっとこれから行ってみようと思うんですよね。いい天気だね。今ホテルを出まして、これから市電に乗って移動しますよ。ちょっと露出がどうかな、明るすぎるかな。このねAirPods Max、これは冬の必需品ですな、北海道では。耳当て代わりに、今ちょっとポッドキャスト聞きながら歩いてますけれども、やっぱりね耳が寒いとねくじけますよ。この風が強いこの函館ではね。だからこれさえあればなんとかなるっていう、風は強いですけど。はい、お疲れ様でした。よいしょ。柏木町の電停で市電を降りました。お店はこのすぐ近くらしいんですよね。どこかな。もう電停のすぐ前ですね。やってきました。こちら三亭さんっていうのかな。こちらですね。杉玉もかかってて、お酒なのかしら。オールスターズそばだって。いやー、この魚セットをはい。昼間から飲める蕎麦屋はいいよね。ということでたくさんのお酒があるんでどれにするか迷ってしまいますな。魚セットも頼みました。はい。お隣の国青森のホウハイです。表面を張る力と書いて表面張力、これがたまらん。これはうまくて大好きという表現です。実は魚セット売り切れだったんですけど、ご親切に厨房の方があるもので魚をこしらえてくれました。
そば味噌を中心にしてちょっとの魚でちょこっと飲むってのがこのそば前の醍醐味でございますよね。いいよ。表の看板見ちゃったんでね、これ一択。Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Timbs with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. ああ、美味しかった。いや、ちょっと大盛りはやりすぎたな。つい誘惑に負けて食べてしまいましたが、そんなことなのでちょっと歩いてみますか。ここからは ND64 か、ちょっとぐらいかな。64つけて歩いてみます。いや、三亭さんなかなかいいお店でしたな。まあこの辺りはね、杉並町とか、柏木町とか、この辺りって結構ね高級住宅地なんですよね。で結構美味しいお店が、お寿司屋さんなんかもあったり、割烹もあったりね、観光地からはちょっと離れてるっていうところがあって、地元の方が通うお店が多いんですよね。私も何度かこの辺りのお店に伺ったことがあるんですが、この三亭さんもなかなか、函館はね結構いいお店が多い、お蕎麦屋さんも美味しいとこ多いんでね、私も何軒か行ったことがありますが、ここもその一つに加えたい、とてもいいお蕎麦屋さんでしたよ。今五稜郭方面に向かって市電の通りを歩いております。さあもうすっかり暗くなっちゃった。今ちょうどね5時になろうとしてるんですけど、もうどうですか、もう夜ですよね。やっぱり北海道は冬はもう特に早いですよね、日が暮れるのが。で、私はどうしてるかというと、今ちょっとね、部屋で休んだんですけど、明日の会場へちょっと行ってちょっと挨拶でもしてこようかなと。で、帰りに買い物でもしてね、昨日今日とご馳走いただいたんで、今日は部屋でいいかななんて思ってるんですよね。まだこの時間はね、この通りも明るいんですけどね、昨日、飲んで帰ってくる時間ですね、1時とかそのぐらいだともう真っ暗でね、普通コンビニっていうと24時間営業っていう、この北海道のコンビニ、こちらセイコーマート6時から24時という非常に健全な営業をしておりまして、昨日飲んでからここへ寄って軽く買って帰ろうかなと思ったんですけど、当然のようにやっていないというね。いいよね、やっていないのに嬉しいっていうね。もう本当にこの DJI Osmo Pocket 3っていうのは夜もう安心して回せますよね。夜はちゃんと暗いように映って、素晴らしいと思います。夜明るく映りすぎるデジカメが多いですけどね、やっぱり夜その見た目通りに映るっていうのがいいんじゃないかと思うんですよね。以前胆振東部地震の時に私たまたま函館にいたんですが、その時に助けてもらったホームセンター、イエローグローブです。ここでね、電池とかラジオとかね、それも電池が合わなかったんでニクロム線も買って、で合わない電池を無理やりラジオに接続してなんとか情報を得たということがありました。もうレジも全部停電で止まってたけどね、営業してたんですよね。これって映ってるのかな。函館山の頂上を今カメラ向けてるんですけどね、ちょっとだけ光があるんですよ。どうだろう、映ってんのかな。夜の函館山、見下ろした風景は有名ですけどね、見上げたこのちょっとした明かりもいいもんですよ。ちょっと明るいところへやってきましたが、ここは十字街の電停なんですよね。十字街ってのは函館の昔の
盛り場っていうか、商店がたくさん並んでいたところで、今ちょっと寂れてるんですけど、やっぱり駅前にね、あと五稜郭のあたりですか、あの辺に観光客の人なんか持ってかれてるんですけど、本当に昔の街、オールド函館タウンっていうような、これが十字街なんです。でこの十字街の交差点がちょっと一本先なんですけど、その一つ手前にある建築から100年経っているこちらの建物、これがね旧梅津商店っていう大きな商家だったんですけど、ここを今使って商いをしているのが函館工芸社さんで、この2階の和室がありまして、そこで明日落語会をやるのです。いいですよね、昔のデザインっていう感じでね。はい、こちらはまだね昔の看板が残ってますよ。和洋酒食料缶詰味噌醤油雑貨全部漢字。さあちょっと挨拶して、もうねこの店の佇まいも昔のまんまなんでね、うわお。こんばんは、どうもお願いします。ちょっと寄ってみました早いね、暗くなるのね。ねえ、いやなんか綺麗だよね、夜この照明の感じとかもさ。やっぱ電球がいいんだろうね。私もねうちに火鉢があって使ってたことあるんだけど、さあちょっとねベイエリアの方に行って、せっかくだから散歩っていうことでね、どうでしょうね。あれなんかいろんなキッチンカーが出てますね。なんか通行止めにしてるってことは何かイベントでもやっているのかな。この辺はベイエリアと言いまして、金森倉庫っていうんだかな、レンガの倉庫街昔のが今はいろんな商業施設になってるんですよね。あ、これか、これにみんな集まっているんだね。大きなクリスマスツリー。25日までの7日間は JRA 函館競馬場メイン函館前にあるチケット売り場で私今眼鏡かけてないんですよね。すごいね、乱視の私には大変だこれは。すごい。はい、そんなわけでやってまいりましたのがこちらです。長谷川ストア、焼き鳥弁当の聖地だわな。行っちゃうか。これぞ函館名物と言っても過言ではない焼き鳥弁当。注文を受けてから作ってくれるのも魅力でございます。ちょっと待つけどね。じゃじゃーん、やりました。今日は焼き鳥弁当にしちゃいましたよ。Eliante pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, Anorak Timbs with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. 食事をしていたら重大なことを忘れていたということを思い出しました。今日床屋に行くんだった。まずいな。まだやってるとこあるかな。とにかく行きましょう、床屋。せっかく町場へ出てきたんでね、一杯飲んで帰ろうかなと思ってますよ。どこがいいかな。あっちこっちイルミネーションがすごいね。函館のお客様から教えていただいたバ
ここだ、金沢さん。へえ、松風町の電停の近くなんですがね、ここいいね。おー、ここへね、今日はちょっと軽くだよ。はい、お、ちょっと小雨が降ってるというわけで、楽しくちょっと飲みましたよ。なんかね、ラーメン屋の噂話ばっかりでね、もうこのまままっすぐ帰るのが忍びないんですが、もう10時ですから、今からラーメンつうわけにはいかないんで、私は、素直にこの市電に乗って帰ろうと。帰るよ、本当に帰るんだよ俺は。松風町の電停で市電を待っていたら、反対方向の運転手さんにバッテンをされました。つまりもう市電は終わったということですね。意外と早いんだね。10時過ぎに終わってしまうんだね。ということで、小雨は降っておりますが、私頑張って歩いて帰りますよ。おはようございます。まああいにくの雨でございまして、でも今ちょっと上がってますね。今日は一日こんな天気なんじゃないかと思いますが、ランチはね、以前から目をつけてたオリエンタルキッチン、なんかいろんなメニューがあってとっても安いんですよ。一度チャレンジしてみようと思ってました。選んだメニューはオリジナリティあふれるタイ風の野菜炒め定食。ピリ辛で最高。はいルカオさんが八戸から来てくれました。ルカオです。どうも。いや、今ね飯食べたんですけど一緒にねちょっと非常に安価な安価だけど美味しいもんですいませんね。田舎は安いので、いや付き合ってもらっちゃった。行きたかったんですよ。美味しかったですね。そうなのよ。それでこれから落語会なんですけど、楽しみにしてます。ぜひ楽しみにご覧くださいませ。どうですか、久しぶりの函館は。函館やっぱりいいですね。今日本当にあったかいから、よかった。普通このぐらいの季節だと5度ぐらいなんだけど。そうだよね。今日15度まで上がるってんだ、もうおかしいよね。明日寒いんじゃないかなと思って、それがちょっと。そうだよ。で、まあ晴れ間も出てきたし、ちょうどいいんじゃないか。さっきまで雨だったんですよ。今度八戸でまたお目にかかりたいね。そうですね。ぜひ来てください。ぜひぜひ。ありがとうございます。さあ今日はもうね、日差しが強いんで MD フィルター必須なんだけど持ってないから、ちょっとシャッタースピード調整しますよ。多分もう風も強いから吹いちゃって音もすごいと思うんですけどね。今ルカオさんはちょっと観光に出かけたので、私はこのまま楽屋入りしてちょっと準備などをするんです。いつまでも遊んでちゃいけないんでね、その気にならないとね。でもまあ八戸からああやって見に来てくださるのも嬉しいし、今日はね、まあ、結構いろんなところが来てくれるようだし、ちょっと頑張らないかな。というちょっと、腹の下へ力を入れたところでございます。よかった。これならお客さんも濡れずに来られるな。で気温は15度。いやー、道路に反射した日の光が綺麗だな。はい、そしてこちらが函館工芸社さんです。さあ支度しなくちゃなんて思ってるところにですね、コーヒーでもいかがですかなんて言われると断れないのが私でございます。カフェスペースでコーヒーいただくんですがね、チンチンに立ってますね。ここはねベトナムスタイルですよ。それもベトナムコーヒーって金物のこのなんか器具を使うんですけど、こちらのご亭主が自分で焼いたこの瀬戸物のコーヒーセット、いいですよね。お湯を注ぐだけで、あとはちょっと待つとすぐにコーヒーが入れられるっていうのもいいよな。蓋を取ってこのほらお湯が落ちてればこれで飲めるんで、独特のスタイルなんですけどね、コーヒーのフィルターも使わないし、結構エコなんじゃないかと思いますな。香りもいいんですよ。こちら、はい、結構この柄もね楽しくてねいいんですよね。あっちーなんて思いながらですね、はい、
コーヒーを楽しんでます。早く支度しなくちゃなんて思い立って2階へ上がります。この狭いんですけど階段を上がると独特のまた雰囲気でね、昔の建物って面白いですな。洋風の見た目なんですけど、中はやっぱり和洋折衷。こちらは和室になっておりまして、ここが会場です。お茶を立てるための炉や水場の設備もあるんです。はい、ここが会場なんですよ。こじんまりしてますね。でも私はここがね、大好きなんです。雨も上がったし、もう少しで会場です。さあ、ここがね、楽屋なんです。梅津商店応接室。とてもよくできてるんだよね。なんか曲線とかうまく利用してね、100年前の建物とは思えないんですが、先ほどね、ルカオさんからいっぱいお土産もらっちゃって、こんなたくさん、ちょっと楽しみなの開けてみちゃうかなと思ってますよ。やっぱり思われてんだな、お酒酒飲みだと思われてるよね、そら皆さんにね。ありがとうございます。正しいですよ、それはね。ちゃんとメッセージカードも入ってる。嬉しいね。お酒は2本。濁りだ。ドンペリ三戸のドンペリです。青森さんの優しいスープ。これ大好物のやつだ。南部せんべい。チコキュウスケ。そう、南部せんべいでもこのチョコ味っつうのがね、あるんだよね。いただきます。またなんだ。いぶりがっこせんべい。いろんなのあんだね、南部せんべいも。いぶりがっこって秋田じゃないの？青森もあるの？あんまよく知らんね。白いチョコキュース。そうか。チョコレートはホワイトチョコもあるもんね。うわお。いただきます。手作りのかりんのシロップ。なんかね、種類があるんですよ。この色違いで入っていて、ちゃんとね、説明書きがある。ブルーはね、ピーチとかりんの皮、かりんの種。これで作ってる。で、ピンクの方、こっちね。ピンクの方は、紅茶味で生姜、蜂蜜、かりんの実、かりんの種。これが入ってる。なんかね、さっきちょっと歩きながら伺ったんですけど、そのかりんのなんか使う場所ね、皮とか実とか種、こう使う場所によってなんかちょっとね、なんか効能っていうんですか、そういうのも違ったりして、もちろん味も違ったりして、だそうです。私の喉のことを気遣ってくださってありがとうございます。こんな感じでね、ちゃんと書いてあるんで、これ見ながら後で家に帰ってから喉をいたわってやろうかな。あとはね、この八戸本これ結構分厚いよ。いろんな情報が載ってる八戸本もいただきました。八戸はね、この Vlog でもお伝えしてますけど、今年ね、仕事でちらっと伺ってるんですよ。仕事でって言っても船の仕事なんで、八戸で落語をやったわけではないので、いつかこれを携えて八戸で落語ができる日が来るといいなと思ってますよ。そろそろね、下の方にもお客さんがポチポチ見えてるので、私もそろそろ支度にかかりますかね。この後はもう多分終演後にお目にかかることになりますな。函館の会が終わりました。いや、たくさんの人に来ていただいてね、今日もなんとか終えることができたのかな。もう外はね、暗くなってきましたよ。まだ4時頃なんですけどね、皆さんには本当にご来場いただいて、改めて感謝申し上げます。函館はなんかいいよな。なんかね、噛み締めるんだよね。いろんな会いろんな特徴がありますけど、やっぱり函館は函館にしかない落ち着いた雰囲気っていうのがあるんで、またやってきます。ぜひその時は皆さん、ごひいきお願いいたします。こんなとこかな、今回はね。この後札幌行きますけど、動画はこの辺でお別れということになりますが、またどっか旅行った時に撮りますんでね、こやつとか、登録とか一つお願いしますね。はい。じゃあまた会いましょう。ありがとうございました。